こんにちは、せいかです。今日は2025年7月26日の土曜日です。皆さん、この2週間はどうでしたか？私はですね、最近はドラマを楽しんでいます。日本のドラマ一つと、あとはアメリカのドラマ一つを見ています。はい。どちらも最近始まったんですけど、一気に全話公開されるわけじゃなくて、1週間に1話ずつとか、1週間に2話ずつとか公開されるスタイルなので、毎週楽しみにしています。はい。日本のドラマは7月期が始まったタイミングですね。夏にするドラマのことを夏クールのドラマと言います。夏クールのドラマが7月から始まったんですね。7月期のドラマと言うんですが、ドラマが好きな人は7月期が始まった1週目に多分全部のドラマを見て、その中で好きなドラマが見つかったらそれを毎週見るみたいな、そんな感じでしているんだと思います。で、私が今期7月期に見ているというか、まだ数話しか見てないんですけど、見始めたドラマが愛の学校っていうホストのドラマなんですよね。で、そのドラマがなんかホストと学校の先生が関わっていくっていうドラマなんですよ。正直ホストと学校の先生って全く違う場所にいるような人じゃないですか。なので、その全く違う場所にいる人たちがこうなんか関わっていくっていうのがちょっと面白そうだなって思って、はい、見ています。そしてそのドラマはですね、Netflix でも配信されてるんですよ。それが私にとってすごくいいポイントで、簡単に見れるじゃないですか。テレビだとめんどくさいんですけど、Netflix だったら好きな時にすぐ見れるので、ちょっと今期見てみようかなと思って見ています。はい。で、アメリカのドラマは配信のものなんですね。はい。で、1週間に2話公開されるんですけど、はい、それもすごいいいドラマで、毎週楽しみに見ています。なんていうかですね、ドラマ自体は小さい時から今までずっと見てはいるんですけど、やっぱりこう見方が変わりましたよね。はい。小さい時はテレビで見るのが当たり前だったし、ドラマっていうのは1週間に1話ずつ出るっていうのが当たり前だったので、例えば毎週土曜日放送のドラマにハマっていたら、土曜日を楽しみに1週間頑張るみたいなことをしていたんですけど、Netflix とかが当たり前になってからは、もう全話最初からあるっていう状況だったりするので、一気見っていうんですけど、1話から最後まで一気に見たりとか、そういうことをするじゃないですか。はい。なので、1週間次を楽しみに待つっていうのはあんまりしないので、久しぶりだなと思いながら、はい、楽しんでいます。そんな感じですかね。なんかこう、小さい楽しみみたいなのができて嬉しいです。はい、もうすぐ、もう一つ私が好きなアメリカのドラマが公開される予定なので、それも楽しみにしています。そんな感じですかね。ドラマを楽しみに生きています。はい、そして今日のラジオなんですが、今日はブラインドボックスについて話そうと思います。最近日本で流行ってきているような気がします。まだ友達みんながハマっているっていうそんなレベルではないんですけど、雑貨屋さんに行ったりするとよく見かけるっていう感じですかね。そういうブラインドボックスのコーナーもできたりとか、そんな感じでじわじわ人気が出てきているなと感じています。で、個人的にブラインドボックスがすごく気になっていたので、はい、この前の休みに一つ買ってきました。なので今日はブラインドボックスについて話した後で、買ってきたブラインドボックスを開けてみようと思います。私もすごくワクワクしている瞬間ですね。YouTube の方では動画付きでまたポッドキャストを撮っているので、ぜひそのブラインドボックスが見たい方は動画の方も合わせて見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで、ブラインドボックスなんですけど、これ日本語でなんて言うんだろうって思って調べてみたんですね。ただ、これという言葉はなさそうでした。はい。なのでお店に行っても、
ブラインドボックスとかそんな風に書かれていましたね。はい。ブラインドボックスを知らない友達に説明するとしたら、そうですね、ガチャガチャの箱版みたいな感じで説明するかもしれないですね。ガチャガチャっていうのは皆さん知っていますかね？丸いカプセルの中になんか小さいマスコットとかが入っている。そんなものをガチャガチャと言います。今日本ですっごく流行っていて、街を歩くとたくさん見かけると思うんですけど、それがガチャガチャですね。ガチャガチャは日本に昔からあるもので、日本人にはすごく馴染みがあるものなので、知らない人はいないと思います。はい。馴染みがあるというのは、よく知っているっていう意味ですかね。はい。ちなみにガチャガチャはめちゃくちゃ流行っていて、私の友達の中にもハマっている子はたくさんいますね。はい。2、3年前ぐらいから流行り出したんですけど、もともとガチャガチャって本当に小さい子供向けだったんですけど、2、3年前ぐらいから大人だったりとか、ちょっと年齢が上の人でも楽しめるような、そんなラインナップが増えてきたので、それで大人も楽しむようになって、もう子供から大人までするものみたいな感じになったんですよね。はい。で、日本人はそのガチャガチャで当たったものをですね、なんか小さいポーチの中に入れて、中が見えるようなポーチあるじゃないですか。透明のポーチっていうんですかね。そういうのに入れて、カバンにつけたりとか、あとはそのスマホケースなんですが、ちょっとガチャガチャのものが入るような、ちょっと特別なスマホケースみたいなものを買って、そこにガチャガチャで出たものを入れて、スマホケースとして使っていたりとか、あとは家にガチャガチャ用のディスプレイボックスを買って、綺麗にディスプレイしている友達もいますね。はい。そんな風に楽しんでいる人が多いイメージですね。はい。なので、ガチャガチャにはすごく馴染みがあったんですけど、この最近よく見るブラインドボックスに関しては、なんかちょっと新しさを感じるんですよね。ブラインドボックスみたいに箱の中にランダムなものが入っているっていうスタイルの商品も日本にもあったんですね。私が小さい時からあったと思うんですけど、なんかこのフィギュアが一つ入っているっていうよりも、なんというかドールハウスの小物みたいなものが多かったイメージです。はい。今でもお店とかに行くと売ってるんですけど、例えば、テーマがキティちゃんのカフェみたいなテーマがあったら、5種類ぐらいあったとして、1が、そのキティちゃんのカフェのテーブルと椅子のセットみたいなのが1。そして2が、飲み物と食べ物のセットみたいな感じですかね。なので全部揃えると、ちょっとドールハウスみたいな、そのキティちゃんの小さいカフェが完成するみたいな、そういうものが多かったんですよね。そういう商品が昔からあったんですけど、好きな人は好きだけど、ガチャガチャみたいにみんなが買ってるっていう、そこまではならなかったような印象があります。はい。あとはですね、日本だとガチャガチャが流行ってから、小さい小物のブラインドボックスみたいなものはよく見るようになりました。なんか大きいフィギュアが一つ入ってるとかじゃなくて、小さいキーチェーンとか、あとはアクセサリーとか、そういうのですかね。はい。ガチャガチャのちょっと豪華版みたいな感じです。値段も1000円以下だと思います。600円とか、そういう感じですね。ガチャガチャがだいたい300円から400円ぐらいなので、本当にちょっと豪華版っていう感じですかね。で、そういうのには馴染みがあったんですよ。そのドールハウスになるようなものだったりとか、ガチャガチャのちょっと豪華版とか、そういうブラインドボックスには馴染みがあったんですけど、最近よく見かける高クオリティのフィギュアがボンって入っている、そんなブラインドボックスはなんか新しいんですよね。はい。そして今回私が買ってきたのもそうなんですけど、ポップマートっていう有名なフィギュアの会社があるじゃないですか。中国のフィギュアを販売している会社ですね。最近はそこの商品を日本の雑貨屋さんでも買うことができるようになりました。はい。値段はですね、2000円弱
なので、正直最初見た時は高って思ったんですけど、はい、最近はもうこういうのを見すぎて、あんまり驚くこともなくなりましたね。で、今回はこの前の休みの日に、ちょっとブラインドボックスを買いたいなと思って、いろいろなお店に行って見てきました。で、その中で気に入ったものを買ってきたんですね。はい。なので今日は行った場所と、そしてそこでどのような商品が売られていたのかっていうのを紹介しながらお話ししていこうと思います。写真を見せながらお話ししていきます。今回はですね、ショッピングモールに行きました。はい。やっぱり一つの雑貨屋さんに行ったら選択肢が限られるじゃないですか。選択肢というのは、オプションですね。限られるっていうのは、少ししかないみたいなそんな感じです。選択肢が限られてしまうので、やっぱり少しでも多くの選択肢の中から好きなものを選びたいなと思ったので、たくさん雑貨屋さんが入っているショッピングモールに行ってきました。はい。で、今回行ったショッピングモールは、東京ソラマチという場所です。知っている方いらっしゃいますかね？東京ソラマチっていうのは、東京スカイツリーという、東京で有名なタワーがあるんですけど、そのスカイツリーのすぐ下にあるショッピングモールなんですね。チケットとか何も必要なく、誰でもいつでも入ることができるショッピングモールです。で、私、ソラマチがすごく好きなんですよ。何か欲しいものがあるときとか、必要なものがあるときとか、はい、よく行きます。服のお店も、あとは靴のお店もありますし、あとは可愛い雑貨屋さんもたくさんありますし、あとはですね、私ハンドメイドが好きなんですけど、ハンドメイドの材料が買えるお店とかもあったりするし、あとは大きいカフェとかレストランもあるし、カフェとかからの景色もいいので、ずーっと入れるお気に入りの場所です。はい。ということで、私は空町によく行くという話だったんですが、今回はブラインドボックスを買いたいと思って空町に行ったので、雑貨屋さんに行ってきました。一個ずつ紹介していきます。まず最初に行ったのがですね、プラザというお店です。プラザという雑貨屋さんはですね、日本のいろいろなところにあります。チェーンのお店っていうんですかね。はい。で、プラザは日本にとっての外国の商品がたくさんあるお店です。なので、例えばアメリカのドラマの T シャツとか、そういうものを買うことができたりとか、アメリカのキャラクターのグッズを買うことができたりとか、はい。とにかく日本の雑貨屋さんではなかなか見ない海外の商品を扱っている場所なんですね。そして半分がそんな感じで、半分が化粧品っていう感じです。最近はそうなりましたね。はい。で、その化粧品のエリアには、日本の化粧品とか韓国の化粧品とかもあります。なので、私は街を歩いていて、プラザがあると入ってしまいますね。結構好きなものが多いんですよ。はい。で、まずはプラザに行きました。で、プラザにももちろんブラインドボックスがありました。ケアベアの商品がありましたね。ケアベア、私が学生の時すっごく流行って、私も好きで筆箱とか持ってたりしましたね。筆箱はペンケースです。はい。懐かしいと思いました。そしてスヌーピーのブラインドボックスもありましたね。やっぱりプラザは外国の商品を取り扱っているお店なので、プラザに置いてある商品に関係があるキャラクターがあったようなイメージがあります。はい。そしてその次に行った場所がロフトという雑貨屋さんです。ロフトはもう何でもあります。化粧品もあるし、ペンなどの文房具もあるし、あとは傘とかそういうものも売ってるし、お弁当箱とかもありますね。もう生活に必要なものが何でもある場所っていうイメージです。中でも文房具は本当に種類が多いです。なので可愛い文房具が好きな方はぜひロフトに行ってみてください。多分たくさん買い物してしまうと思います。はい。そのぐらい何でもある場所なので、
ブラインドボックスもあるんじゃないかなと思って行ってきました。そしたら、ありましたね。すごく大きいコーナーが作られてて、そこにいろんな種類のブラインドボックスが並んでいました。でですね、スミスキーっていうキャラクターのブラインドボックスがたくさんあったんですよ。はい。で、私、日本語を教えているので、たくさんの外国の方に出会ってきたんですけど、スミスキーが好きな人って多いですよね。なんか、たくさん集めている人が多いなっていうイメージなんですけど、私は学生さんに教えてもらうまで知りませんでした。はい。なんかこのキャラクターの名前がスミスキーじゃないですか。隅っていうのが端っこのことなんですね。なので例えばですね、こう箱があったら角の部分が隅って言うんですけど、スミスキーっていう名前だから多分隅が好きという意味なんだろうなっていうのは分かって、それって日本語じゃないって思って、日本のキャラクターなのかなって思ったんですけど、日本ではそんなに知られていないような気がします。はい。少なくとも私の友達とか家族とかは知らないと思います。不思議ですよね。ちょっと今度調べてみようかなと思うんですけど、ロフトにスミスキーのブラインドボックスがたくさん売られていました。そしてもちろんポップマートの商品もありました。で、あとはですね、日本の昔からあるようなブラインドボックスもありましたね。中でも気になったものが昭和レトロ思い出マイルームっていう名前のブラインドボックスなんですけど、昭和の時代にみんなが持っていたような、そんなものがセットで入っているブラインドボックスですね。やっぱり日本のこの箱バージョンのブラインドボックスだと、なんかこう小さいミニチュアのものがセットになっているドールハウスのなんかものみたいな、そういう商品が多いなっていう印象があります。ただ、日本のブラインドボックスでフィギュアもありましたね。可愛いものがたくさんありました。雑貨が好きな方はぜひロフトに行ってみてください。そして、その後私はディズニーストアに行きました。空町の中にディズニーストアがあるんですよ。で、ディズニーストアにはもちろんディズニーの商品がたくさんあるんですけど、日本のディズニーストアでしか買えないものもあると思います。私が行った時は、なんか日本のお菓子とディズニーがコラボしたグッズもありましたね。はい。カタカナで書いてあるので、これは日本でしか買うことができないんだと思います。ディズニーが好きな方はぜひディズニーストアに行ってみてください。で、私はですね、ディズニーストアにもブラインドボックスがあることは知ってたんですよ。なので行ったんですけど、さっきも言ったようにガチャガチャのちょっと豪華版、小さいサイズのブラインドボックスがたくさんあるイメージでしたね。はい。ディズニーのキャラクターの顔の指輪とかもあって、すごく可愛かったです。しかも一つ900円ですね。1000円しないぐらいで買うことができます。はい。こんな感じの小さいブラインドボックスが多かったですね。そしてその後、私はサンリオショップに行きました。なんと空町にはディズニーストアもあってサンリオショップもあります。で、サンリオショップにもブラインドボックスの商品がたくさんあることは知っていたので行ってきました。ただ、サンリオショップのブラインドボックスはさっきのディズニーストアと一緒でガチャガチャのちょっと豪華版みたいなキーチェーンとかアクセサリーとかのブラインドボックスが多かったですね。で、大きい箱の中に入っているタイプのブラインドボックスは、やっぱりなんかコンセプトが決められていて、ドールハウスみたいな小さいミニチュアみたいなものが多かったです。はい。そして私はその後、どんぐり共和国という雑貨屋さんに行ってきました。ここはジブリのグッズがたくさん売っている場所です。お店の中に入ると、大きいなんだったかなすいません。何がいたか忘れちゃったんですけど、トトロのキャラクターだったと思うんですが、はい。とにかく写真スポットがありました。なんかジブリのキャラクターがいました。なので、ただ雑貨屋さんで
買い物するだけじゃなくて、綺麗な写真を撮ることもできる場所なので、ぜひ日本に来たら行ってみてください。で、どんぐり共和国にもブラインドボックスあるんじゃないかなと思って行ってみたんですね。そしたらありました。はい。トトロのブラインドボックスがあって、一つはトトロ。そしてもう一つは、トトロに出てくる女の子が二人いるじゃないですか。さつきとメイなんですけど、その妹の方、メイちゃんですね。メイちゃんのブラインドボックスもありました。すごく可愛かったですね。で、実際のフィギュアがお店で飾られていたんですけど、なんかもう可愛すぎました。はい。やっぱジブリっていいですよね。はい。で、ちょっとブラインドボックスから話は逸れてしまうんですが、今夏じゃないですか。なので、ポニョのグッズがたくさん売っていました。確かに、この映画は夏のイメージかもしれないですね。はい。可愛かったです。癒されました。ということで、ここまで5つの雑貨屋さん紹介してきたんですが、私は5つの雑貨屋さんでそれぞれブラインドボックスを見てきて、なんか全部可愛いからどうしようかなって悩みながらエスカレーターに乗ってたんですね。そしたらエスカレーターからなんとポップマートの自動販売機を見つけたんですよ。はい。なので5つも雑貨屋さん一生懸命見て回ったのに、最終的には自動販売機で買うことにしました。ロフトにもポップマートの商品があったんですけど、ロフトよりもたくさんの種類があったので、私は自動販売機で買うことにしました。なんかすっごく大きい自動販売機がエレベーターの隣にボンってあったんですよね。で、そこにスクリーンがついてて、スクリーンでどんなフィギュアが出るかっていうのもこう見ることができたんですよ。なので、それで見ながら一番私の好みにぴったりのものを選んで買ってきました。でですね、面白かったのが、ブラインドボックスって基本的に箱の横に、例えば全部で12種類あったら、12個小さい写真が載ってるじゃないですか。で、大抵それプラス一つシークレットっていうのがありますよね。で、シークレットはもちろんシークレットなので、秘密なので、写真が載ってない場合がほとんどじゃないですか。その自動販売機はシークレットの写真も載ってるんですよ。シークレットじゃないじゃんってちょっと思いながら、まあいいんですけどね。一つ買って帰ってきたんですよね。自動販売機の前で10分ぐらい ?15 分ぐらいですかね。一人で悩んで、はい。他に欲しそうな人もいなかったので大丈夫だったんですけど、はい。結構時間をかけて悩んで買ってきました。で、気になったので調べてみたんですが、日本では20カ所目となるポップマートの自動販売機だそうですね。はい。私、空町よく行くのに全然気がつかなかったんですけど、多分ちょっと前からあったみたいですね。今はもう知ってしまったので、これからあんまり買いすぎないようにしなければいけませんね。はい。ということで、今回これを買ってきたので、ちょっと開けてみようと思います。こういうフィギュアとかって、生活する上で絶対必要なものではないじゃないですか。なので、ちょっと悪い言い方をすると、お金の無駄遣いって言うんですけど、必要ないものにお金を使う、お金を無駄にするっていう意味で、お金の無駄遣いとか言ったりするんですけど、私は全然そういうことを思わないんですね。必要ないものを買った時が一番幸せになれるって思ってるタイプなので、私の家にはこういう必要ないけど気分が良くなるようなものがたくさんあります。はい。まあそれはさておき、早速開けてみようと思います。何が入ってるかわからないっていうこのワクワク感がいいですよね。今回はなんかこうイラストに惹かれて、イラストに魅力を感じてこれを選んできました。で、全部で12種類あります。12種類プラスシークレットがあるんですね。だいたいこういうのって、これが出たら嫌だなっていうものあるじゃないですか。そういうのを外れって言ったりするんですけど、そういうのがあるのが普通なんですけど、これの場合は、なんか本当に何が出てもいいですね。何が当たっても
私は喜ぶと思います。はい。ということで、早速開けてみようと思います。ワクワクしますね。箱の中にまた一つビニールが入っているスタイルですね。じゃあビニールを出します。こういうの全然自分が欲しいものが当たらないタイプなんですけど、どうだろう。いきます。じゃん。かわいいですけど、ちょっと待って、これ何？全然いいんですよ。全然いいんですけど、もっと欲しいのがあったかもしれないですね。まあいいんです。はい。私の最初のフィギュアは、青い髪の毛の可愛い女の子でした。はい。いやー、でもちょっとピンクの髪の毛のフィギュアとか、黄色い髪の毛、紫の髪の毛のフィギュアも欲しかったんですよね。多分来週も一個。多分こうやってハマるんですね。気をつけます。でも可愛いですね。私はこういう星とかキラキラとかが好きなので、このシリーズ気に入りましたね。そしてこういうフィギュアって部屋に飾っておくとホコリかぶっちゃうじゃないですか。なのでこういうフィギュアを入れる箱も買ってきました。ダイソーで買ってきました。100円ですよ。入るかどうかわかんないんですけど、入んないんじゃないこれ。入りました。しかもぴったりですね。もうちょっと大きかったら入ってなかったですね。これぐらい本当にぴったりだっていう時に、最近日本ではシンデレラフィットだって言うんですよ。多分、シンデレラが靴を履いた時にぴったりじゃないですか。そのぐらいぴったりだっていうところから来たと思うんですけど、シンデレラフィットって言うんですね。シンデレラフィットしてます。いや本当にこのフィギュアのために作られたケースっていうぐらいフィットしてますね。かわいい。ということで私の初めてのフィギュアのブラインドボックスでした。はい、新しい経験でした。フィギュアのブラインドボックス、これからハマってしまうかもしれません。はい、そんなに安いわけではないので気をつけながら楽しもうと思います。ちなみにですね、この言葉もぜひ紹介したいんですが、この12種類プラスシークレットってあるじゃないですか。で、これが全部欲しいって思った時に、これをですね、もうセットで全部買うっていうこともできたりしますよね。それを大人買いって言うんですよ。なので、私はこのフィギュアが全種類欲しいから大人買いするって言うんですけど、大人買いしてもよかったかもしれない。はい。とにかく大人買いするっていうこともできます。日本のブラインドボックスは結構大人買いができるものも多いので、全種類欲しいとか、絶対にこれが欲しいっていうのがある方は、ぜひ大人買いも検討してみてください。はい。ということで、今回はブラインドボックスについて話してみたのですが、いかがでしたか？ブラインドボックス関係なく、空町には本当にいろいろなショップが入っているんですよ。今回紹介した5つの雑貨屋さんだけじゃなくて、ポケモンセンターもありますし、ダイソー100円ショップもありますし、洋服のお店だったらユニクロとかも入っています。なので、なんか日本のお土産が欲しいなとか買い物したいなって思った方にはすごくおすすめの場所です。ぜひ旅行中に行ってみてください。はい。そして私は YouTube のメンバーシップもやっておりまして、初級の方には Vlog で勉強できるような動画をたくさんアップしています。そして中級以上の方にはタメ口の動画をアップしています。先週新しい動画をアップしたんですけど、コンビニで買ったものを食べながら紹介をしてみました。気になる方はぜひそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。さようなら。